みです。今日は私がなぜビデオを撮り始めたのか、ビデオをアップロードし始めたのかについて話していきたいと思います。シェアしていきたいことが今あるところ4つあるんですけど、その中で一番大きい理由っていうのが4つ目なんです。なんて説明したら伝わるかなって何回かビデオを撮ってみたんですけど、伝わらない。私が聞いてる人だったら伝わりづらいって思ってアップロードをしないでいました。私はビデオを通してやりたいことがあります。私がビデオを通してやりたいことはズバリ人をハッピーにする、笑顔にする、元気にするっていうことです。それって超大まかじゃないって感じに思われるかもしれないんですけど、なんで私がそういう風に思ってるかっていうと、私のこの気持ちは15年間ずっと変わっていません。遡ること15年前、私が10歳、11歳の時、私は心の病気みたいなのを持ってました。それが病気か何かの問題なのか今でも分かってなくて、だから説明しづらくて、でも一番覚えてるのが、人生で一番辛かったのはその10歳11歳の時だったっていうことです。だからその10歳11歳のその辛かった時期と比べると何もかもがへっちゃらなんですよね。なんか今までもいろんな大変なこととかあったけど、その時期に比べたら全然平気って思えるから、してよかった経験なんですけど、何がこのビデオを通してしたいかっていうと、人を元気にしたい。じゃあ何ができるんだろう自分にってずっと考えてたんです。10歳11歳の時から。でも答えがなかなか見つからなくて、私16歳ぐらいの時からシンガーソングライターとして歌を歌ってきたんですけど、その時の理由もなんで歌始めたかっていうと、その時の経験があったから。すごく辛かった経験があって、何が辛かったって、自分の身の回りで起こる全てのことが自分のせいに思えてくる。朝起きてから寝るまでずっとなんか罪悪感みたいなのが頭にも心にも体にもずっとあるような感じですごく辛かったのを覚えてます。でもその時の私は誰にこの気持ちを言っていいのかも打ち明けていいのかもわからないし、それが何なのかも分かってないから、自分の中でももちろん消化できないし、人に喋ることもできなかったし、すごく苦しかったっていうのを覚えてます。でその時に助けられた本がこの本なんですね。リチャード・カールソンの小さいことにくよくよするな。その時不意にあった本を10歳11歳でこんな結構重たい漢字もちゃんと読めないような時だったんですけど、一生懸命読んでなんか助けられたなっていうのを覚えてます。私に何ができるかって考えた時に、自分の経験をシェアして発信していくことだと思ったんです。誰でも今手に取れる、ちっちゃい子でも今インターネット見れるし、そういう子たちが開いて、もちろんちっちゃい子もそうだし大人の人もそうだけど、誰でも今開ける YouTube とかビデオに自分の経験をアップロードして、その人たちが考えてるのはあなた一人じゃないんだよっていうのを伝えたいし、私もすごい辛い時期があったから大丈夫、必ず乗り越えられるし、たとえ人に言えないような辛い経験だったとしても大丈夫、そこでくじけることないよって、いっぱい泣いてもいいし、いっぱい落ち込むとこまで落ち込んでいいから。今でも覚えてるのが、ジャングルジムのてっぺんにそんな高くないのかなでもその時10歳の自分にしたらすごく高い
ジャングルジムに登ってそこから落ちたらどうなるかなって考えたくらい、死んでしまいたいってその時初めて最初で最後思ったくらい辛かったのがその時期だから、そこまで追い込まれてた何かに。でもずっとその経験が自分の心の中に、頭の中にあって、なんで私がこれを経験しなきゃいけないんだろうって、なんで他の誰かじゃないんだろうって思ったことも何回もあって、でもその理由も分かってないから、その辛かった、何が辛かったかだって身の回りので起こる全てのことが自分のせいに常に思えちゃって、すごく苦しくて、誰に対してもごめんなさいって気持ちで生きてたような時だったので、なんでこれを私が経験しなきゃいけないんだろうって、たかが10歳小さい女の子がって思って、今25になって、これはダメだ、誰かを助けなきゃいけないって思ってビデオをやっと撮り始めました。ずっとどうにかして自分の経験をシェアしたいって思ってたんですけど、何をしていいかが正直分かんなくて、今こうやってプライベートで話してどんどんいろんな人にシェアできるっていう世界なので、いいツールだなって、ビデオを撮るとか YouTube に上げるとかって使い方間違えなければすごくいいツールで強いツールだなって思うので、こうやってビデオを撮り始めて、でいろんな人とつながって、私みたいに悩んでる子とか悩んでる方が、私だけじゃないんだこういう風に悩んでるのって、人に言えないことかもしれないし、大丈夫だ、私だけじゃないんだって、で必ずそこを乗り越えられるんだ、マジで必ずっていうのを伝えたくてビデオを発信し始めました。どんどん自分のシェアしたい経験もここで話していきたいし、もしシェアできる内容だったらコメント欄でもメッセージでも何でもいいので送ってもらえたら、私なりに答えていったり一緒に考えていけたりとかしたらすごく便利なツールなので、 YouTube は今ありかなと思って今そうやってね話してるところ、これが自分の人生のミッションだって思ったんです。でどんなことを周りに言われても自分は自分だし、あなたはあなただし、変わらないと思うんです、人っていい意味で。だからこれが自分の人生のミッションなんだ、自分の経験をシェアしたり誰かの話を聞いたり、大丈夫一人じゃないんだよっていうのを伝えていける存在になれたら、だって自分が別に偉いわけでもないし、ただただこうやって経験をシェアするのってすごく意味のあることだし、こうやってずっと自分の中に閉じ込めてたら一生シェアしないで、あの時やっときゃよかった、あの時こうやってビデオとか撮って誰か一人の力にでもなれたらよかったって思うのがもう嫌だなって思ったので、今こうやってビデオを撮ってます。辛いことってもう常にある時はあるし、嫌なことって重なることもあるし、私もそうだなって人生の中で思うことあるんですけど、でもそれって3ヶ月後とか半年後とか3年後とかって考えたらもう超笑い話になるかもしれないし、あの時めっちゃ悩んでた、でも今は平気って必ず思えるから、必ず一人だけで閉じ込めてないで、例えばこのビデオを見て私だけじゃないって思えたら私も嬉しいし、なんかそういう人とどんどんつながって経験をシェアしていけたらなとも思うので、ぜひぜひ皆さんとつながりたいなと思ってます。私正直その10歳の時すごく気持ちが落ち込んで、気持ちの病気、今だったらそう思う、多分あの時自分気持ちの病気だったんだなって。でもその時なんか誰かに言うこともできない、例えばドクター先生に見てもらうとかさ、考えることもできなかったし、例えば心理カウンセラーに行くっていう考えもなかった。だってその人たちに話したから何ってきっとその時の自分思ってたと思うし、もちろんそのドクターとか心理カウンセラーって特別なスキルがあるから、そういうドクターとかカウンセラーっていう名のあるお仕事なんだと思うんですけど、本
本当に助けを求めてる人とか辛い思いをしてる人って実際誰にも言えなかったりマジで苦しい、泣けないくらい苦しいっていう感じ、私もそうだったので分かるので、私はその先生に見てもらうとかカウンセラーさんに見てもらうとかっていうことは一切できなかったですっていう考えももちろんなかったし、10歳の自分になんかだからどんどん便利になってる世の中だから、こうやってビデオを発信して、なんか私一人じゃないかもとか、なんか話してみよう経験と思ったら私にでも話してもらえたら嬉しいなと思うし、前向きに進んでいけたらと思うし、私その時前向きとかポジティブっていう言葉がすごい軽々しく聞こえてすごい嫌だなって、誰でも言うじゃんそういうことって思ったけど、でも伝える言葉って結構少ないからそれしかない。上に上がっていくしかないし、落ちるとこまで落ちたらもう上しか見れないし、で落ちる時落ちていいし、ダメな時ダメでいいし、自分ダメな人間って思う時あるし、しょっちゅうあるし、でもそういう感情がなかったら、私今日自分のこと褒めてあげれるとか、俺今日よくやったじゃんとか思える時間って辛い時があったからこそだと思うし、そういう経験あった人こそ本当に優しくなれると思うから、なんでかっていうと、それがその時の気持ちが単純にシンプルに分かってあげれるからですよね。だからそういう存在にもなりたいし、私はなるべきだって思ってるので、あの時の経験は何に変えても本当に辛かったから、一番辛かったから、はいって感じでシェアしていけたらなと思います。でこれから考えてるのがポジティブワードを皆さんとシェアしていくとか、あといただいた質問を一緒に考えていくとか、なんかもう超悩み事だったのにここのチャンネルですごい笑い事に変えれた母とか、私が落ち込んでる時にどう過ごしてるよとかっていうのを私もシェアしたいし、そういう考えをいただいたらそれいいねってここでシェアしていくとか、あくまでみんなと一緒に上に上がっていける、気持ち的に上に上がっていけるチャンネルを作っていきたいなと思うので、もちろん他のセクションで旅とか歌とかお料理も好きなのでフードに関してもやってるんですけど、このジャンルみんなと一緒に上に上がっていくポジティブなチャンネルも一緒に作っていきたいなと思ってるので、私もすごく正直に話していきたいなと思ってます。なのでどうぞよろしくお願いします。英語でもこれをシェアしていけたらなと思ってます。そしてどんどん広げていけたらなと思っています。すごい熱が入ったビデオになったかもしれないんですけど、これが私の気持ちです。とりあえず第1弾ありがとうございました。ではまたバイバイ。